ビットコイン ETF から5億ドル以上の資金が一気に流出しました。このニュースを聞くと多くの人がやっぱり相場は終わったのではと感じるかもしれません。ですが実はこの動きの裏側には次のチャンスの予兆が隠れています。こんにちは、桜井です。今日は最近の暗号資産市場で起きている大きな変化を深掘りしていきます。ただのニュース紹介ではなく、なぜこの動きが起きているのか、そしてこれからどんな展開になるのか、投資家としてどんな行動を取るべきなのか、こちらについて皆さんと一緒に考えていきたいと思いますので、ぜひ本日も最後までご視聴ください。まず最初のテーマは ETF 資金の大規模流出です。先日アークインベストの ARKB やフィデリティの FBTC、グレースケールの GBTC など複数のビットコイン ETF から合計でおよそ5億3000万ドルもの資金が引き出されました。これを聞くと機関投資家が撤退しているのではと不安になりますよね。でも実際のところは少し違います。この流出はビットコインに対する信頼が失われたというよりもリスクの再調整、つまりポートフォリオの入れ替え、これが起きているだけなんです。ETF を運用する機関投資家は短期的なパフォーマンスを最適化するために金利の動きやマクロ環境を見ながら資金を一時的に移すことがあります。なので、これは売り逃げではなく調整、むしろ次の波の前の静けさだと見ることもできます。そして僕が注目しているのは、こうした流出が起きたタイミングでどこに資金が移動しているのかという点になります。ビットコインから一部の資金が抜けている一方で AI や DeFi 関連のプロジェクトには新しい資金が流れ込み始めています。ここで次のテーマ、大規模な生産、こちらの話に移っていきます。この1週間で暗号資産市場では10億ドル近いロングポジションが強制的に生産されました。これは過剰なレバレッジを使っていたトレーダーが次々にポジションを吹き飛ばされたということになります。こうした生産は一見ネガティブに見えますが、実は相場にとっては健全な動きです。なぜなら過熱したポジションを整理し、本当に強い投資家だけが残るリセットの時間になるからです。相場が落ち着いた後に静かに次の上昇トレンドが始まるということは過去にも何度もありました。つまり今は恐怖で逃げるタイミングではなく、次にどのセクターが伸びるのか、これを見極めるタイミングなんです。その兆しが見えたのがエセナというプロジェクトです。市場全体が暴落した中でエセナはなんとプラス 8% 上昇しました。この上昇の背景には彼らが発行するステーブルコイン USDE の信頼回復があります。一時期 USDE はペックを外して不安視されましたが、エセナチームがオンチェーンで準備金データを公開し、さらにバイナンスが400万ドル規模の保証基金を発表したことで投資家の信頼を取り戻しました。こうした AI や自動運用、安定利回り型のプロジェクトは今後の市場で構造的に強い分野になると僕は見ています。ボラティリティが高い時ほど人は自動で増やせる仕組み、これを求めるようになるからです。それを考えると先日紹介したスノーターボットなどはいいかもしれません。プレセールが20日までなので検討されている方は急いでください。今日の動画の概要欄に公式リンクを掲載しておきます。僕は自分が紹介したプロジェクトは勉強も兼ねて全て投資しています。今後はこのようなプロジェクトが色々と出てくると思います。全部がうまくいくとは思っていませんが、中には爆発的に伸びるものもあると思いますので、勉強と思って取り組んでいます。さて、少し話がずれましたけれども、こういった流れの中でアルトコイン全体の相場は少し厳しい流れが続いています。例えばドージコインは長期的に支えられていた重要なサポートラインを割り込みました。0.18 ドルの水準を下回ったことでチャート構造が崩れつつあります。同じく柴犬も勢いを失っていて、代わりに新しいミームコインアーク・オブ・パンダ AOP、 これが注目を集めています。AOP は短期間で 300% 上昇する可能性があるとも言われていますが、正直なところこれはあくまで
短期の熱狂の領域です。確かにこうした領域は夢がありますが、実需やプロジェクトの中身が伴わなければ一瞬で価格が戻ってしまう。だからこそ見た目の勢いよりも持続的に成長できるモデル、これを見極める力が重要です。僕の見立てでは今の相場は混乱の後の整備期間、これに入っていると思います。ETF の流出、生産のラッシュ、あると選別、これらはすべて次の上昇に向けて市場をリセットしている動きなんです。短期的にはもう少しボラティリティが続くと思います。でも11月から年末にかけて ETF への再流入が見られれば、再び強気トレンドに戻る可能性が高いです。そして次の上昇相場を牽引するのは AI× 自動運用×安定利回りというテーマだと僕は考えています。特に投資において AI を使っていくっていうのは今後スタンダードになると思います。それを踏まえてその流れを象徴するような取引所の一つがビットレイド X です。ここからは少し僕が実際に使っているビットレイド X について紹介させてください。これも今日話してきた AI がトレードを最適化する流れとまさに一致しています。もしあなたが資産を増やしたいけど難しいことはよくわからない、副収入を作りたいけど時間が取れない、そんな風に思っているならばビットレイド X はぴったりです。このプラットフォームは AI があなたの代わりに24時間トレードを行い、毎日自動で利益を生み出してくれる仕組みです。しかも AI デイリーを使えばいつでも出金が可能になるので、資金がロックされる不安もありません。さらに僕の紹介リンクから始めた方には、他のどこにもない特別サポートを用意しています。運営に日本語で直接質問できる専用ルート、入金ステーキングのマニュアルを無料で提供、そして初心者の方でも僕が最初から最後までフォローします。すでにビットレイド X を使っている方でも、新しいアカウントを作って僕のグループに参加することもできます。今は複数アカウントも簡単に作れるようになっています。AI に運用を任せて時間に縛られず資産を増やしていく、そんな未来を一緒に作っていきましょう。まずは少額からでも大丈夫です。そして来週からなんですけれども、このビットレイド X の取引所の説明会、これをね、していきたいなと思います。まずは来週の火曜日の夜8時に YouTube ライブで説明をしてみたいなと思っています。初めての YouTube ライブですので、もしかしたらうまくいかない可能性も十分にありますけれども、ちょっとね、頑張ってみようかなと思いますので、ぜひビットレイド X が気になる方、来週の火曜日の8時に YouTube にぜひ来てみてください。そして今すぐ始めたいという方は、概要欄の僕の LINE に登録してもらって、AI とチャットを送ってください。そこから僕紹介の公式登録リンクを送ります。一緒に資産を増やしていきましょう。はい、ということで今日の動画ですけれども、ETF 流出から始まる市場の本質的な動き、こちらについて解説をしました。改めてどんな相場でもチャンスはあるということ、改めて感じてもらえたらと思います。皆さんは今の相場どう見てらっしゃいますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。